金沢大学新学術創生研究機構教授児玉昭夫と申します。空気中あるいは排ガス中の CO2 を集めて回収濃縮してその後再変換に回すというそういう一連の技術開発を狙っております。特に集めて濃縮するというところにエネルギーがかかりますのでそこの効率化を狙っています。基本原理としては吸着という現象を使うんですけども室温で吸着、CO2 を吸着させるとその吸着剤を加熱することでくっついた CO2 が離れていきます。ですから熱があれば離れていくんです。でもともとは水蒸気除湿の研究をやっていました。その原理をうまく活用して、今の社会的問題になっている CO2 の分離濃縮につなげたといったところでございます。世の中地球温暖化というのが叫ばれ始めてきてでその中で自分がやっている基礎の研究がどう役に立つかと考えた時にこれ材を変えればうまく適用できるんじゃないかと。で熱は新たに作るともったいないので世の中にある排熱実は排熱って我が国の産業排熱の8割ぐらいは使われていないです。燃焼装置なので排熱がいっぱい出ます。じゃあ排熱を使って自分が出す CO2 を回収しちゃえばそれ非常に合理的理想的なので、そういう形が自分がずっとやってた研究に応用できるなと活用できるなと思って研究を始めました。アルミ缶とかペットボトルとか家電とか今リサイクルしますよね。それ当然になってます。燃料リサイクルしますか？燃料というのはリサイクルってまず考えないですね。使い放題なんです。使い捨てなんです。でもその燃料も今やリサイクルをしないといけない時代に入ってきたんじゃないかと。燃料を燃やすと CO2 が出ますと。ほったらかしにしてるからこんなことになってきた。じゃあその CO2 をいかにうまくもう一回燃料とか、世の中に循環させるかそういった技術っていうのは必要になってきますしいずれはアルミ缶とかのリサイクルと同じように思われるんじゃないかなと。でそのうまく回す技術というのが必要であって、その一つになればいいなと思って研究をしています。社会実装に向けた取り組みとしまして、民間企業さんとの共同研究において実証試験を始めました。廃棄物の焼却炉から出てくる CO2 を分離濃縮の対象としています。でそちらの共同研究ですがテーマとしては CO2 を出さない焼却炉の開発を目指しています。やっぱり研究室レベルで小さいものでやっていくとなかなか社会実装とか実用化感がないんですね。でもある程度大きいものを本当にそういった実際のところに適用するとそういった形を世の中に見せるということが大事なことかなと。もちろん競合となる分離濃縮プロセスもあります。それぞれの排ガスの状況に応じてやっぱ適材適所があると思うんですね。私が取り組んでいる研究内容がどこに適用できるかと、そういったところも明らかにしていかないといけないと。最終目標としては自然と人間の共生やはり経済活動が急激に進むとああいうふうに化石燃料を見つけ出してそれを燃やして CO2 を大量に一瞬で出すと。で今のこの劇的な地球環境の変化っていうのはやはりそういったところから来ていると。地球環境なのでやっぱ変化はすると思うんです。変化はするんですけどもその人間がそれに影響をしてはいけない。どうしても省エネとか言ってみんな我慢をすれば二酸化炭素を出さなくて済むんですけども、そうなると社会というか生活の質を下げるということになるのでやはり生活の質を上げつつ地球環境との共生と、そういった時代が必要だと思っています。炭素循環というのはやはり他の物質と同じようにやっていくべきものだろうなと思っています。そうすることで人類がうまく地球環境に馴染んであんまり負担をかけずに持続可能性そういった社会を作っていけるんじゃないかと思っています。